ご安全に制汗溶接職人家事チャンネルの家事です。今回はガス切断のコツ回の第2回ということで、実際に板を切断する時のコツを解説しています。ガスの調整の仕方や取り回しなど皆さんに分かりやすく伝わるよう頑張って作りました。この動画が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価やハイプなど皆さんからの反応と応援が私のモチベーションです。質問、感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速いってみよう。第1回の冒頭でも触れていますが、ガス切断作業を行うには労働安全衛生法に基づきガス溶接技能講習の修了が義務付けられています。危険なガスの扱い方や安全についてしっかり学んでいただいてからこの動画を視聴してきれいに切断するためのコツを身につけてください。今回の動画はガス溶接技能講習を合格していることを前提にし、安全面などを皆さんはすでに身についているとして話を進めていきます。第1回の動画をまだ見てないよって方は説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらを視聴してからこの動画を視聴してください。なおこの動画では中型切断機を使って解説しています。ガス切断をするときは姿勢にも注意が必要です。切り始めはいい感じでも途中から無理な体勢になってしまったり、ホースが引っかかって進めなくなったりすると、きれいに気持ちよく切断することが難しくなります。無理な体勢は腰などを痛めてしまう原因にもなります。切り始めから切り終わりまで無理な体勢にならないかやホースが邪魔をしないかなどシミュレーションをしてから切断作業を始めましょう。また切断中に下に抜ける火花がガスホースや可燃性のものに当たらないように注意して安全に切断作業ができる環境を確認しておきましょう。私が定規を使ってまっすぐ切断する場合は奥から手前に引っ張りながら切断することが多いです。切断機を定規に対して少し角度をつけて引っ張ります。角度をつけすぎると切断しにくいので、私の場合は角度をつけても45度くらいまでです。肩の力を抜いて板と火口の間隔を一定になるように注意して切断します。私は5から10ミリくらいの間隔で切断しています。横に切る場合は定規を置いて切断するのはとても難しいので、フリーハンドで切断することが多いです。定規を使う場合は引っ張って切断できるように体勢を作って切断しましょう。フリーハンドで切断する場合は膝に腕や肘を固定して腕の力を抜いて膝の動きを使って動かし切断すると比較的安定して切断することができると思います。腕や肘を固定せずに切断すると動画のようにブレブレになってしまいます。切り口を比べてみます。上から腕を浮かせて切断したもの、真ん中が腕を膝で固定し膝を動かして切断したもの、一番下が定規で切断したものです。何かしらの方法で腕や体を固定して作業をすれば比較的安定した切断面になると思います。ちなみにこの定規は自作したものです。他にもマグネットのついた定規やその場しのぎではありますが R のついたものを切った時に自作した定規などもあります。状況に応じて使い分けるといいと思います。ガス切断機には可燃性ガスバルブ、余熱酸素バルブ、切断酸素バルブ、この3つのバルブがあります。火力の調整は可燃性ガスバルブでアセチレンの調整、
余熱酸素バルブで酸素の調整を行いますが、可燃性ガスバルブを板圧に合わせた火力で調整し、余熱酸素バルブで酸素を出して青い火が一番短くなるところで合わせます。出しすぎもよくありませんので、動画のように青い火がちょうど短くなる位置で調整しましょう。ガス切断に慣れていない方は、この時点で火力が強い場合が多いように感じます。強い火力でも慣れている方なら、早く進んで切断することができればいいのかもしれませんが、なかなかそううまくはいきません。火力が強いと無駄にガスを使用することにもなりますし、板圧に比べて強い火だときれいに切ることが難しくなります。乳熱も大きくなり、歪みの原因にもなります。意外と思っているよりも弱い火で切断することができますので、強いかなと思った時は可燃性ガスバルブを絞って調整し、余熱酸素バルブの調整をし直しましょう。板圧に対しての火力の調整は感覚になります。経験し、このくらいの火力でも切断できるんだなと、きれいに切れる火力の感覚をつかむことが大切になります。火力の調整が終わったら、切断酸素バルブを開けて高圧酸素を出しますが、高圧酸素を出すと炎の真ん中に筋が入ります。動画を見てみると、バルブを徐々に開いていくと筋は長くなり、短くなって、また長くなり、短くなります。一番切れるところは2回目に長くなるここです。この2回目に長くなったところが一番切断できるポイントになります。ガス切断に慣れていない方などは、切断酸素バルブをこのくらい回したところが一番切れるところなんだなと、大体のバルブの開き具合を覚えておくといいと思います。合わせてその時の音なども覚えておきましょう。この動画のように綺麗な線が出ていないようなら、ただ切ればいいような場面ではいいかもしれませんが、綺麗に切断することはできないと思ってもらってもいいです。火を消して掃除針で掃除をするか、それでも治らないようなら火口を交換しましょう。綺麗に切れているのかどうかの感覚は、切断中の音や下に抜けている火花などの感じで判断しますが、板圧が同じ板でも火力が違うと進むスピードが変わってきます。このあたりも難しいところではありますが、経験が浅い方などはなかなかわからないと思いますので、音や下に抜けている火花の感覚に注意して、いい感じに切断できた時の音や感覚を覚えるようにしましょう。火力が強いのか弱いのか、どのくらいがちょうどいいのかの判断基準は、結果きれいに切断ができているのかというところに尽きると思います。綺麗な切断面を見てみるとこんな感じです。綺麗に切断ができているときは、ボボボボボと心地のいい音がして、綺麗に溶けた酸化鉄が下に抜けていく感じがあります。綺麗に切断できていると、スラグは簡単に取ることができます。切断面の表の角が溶けていないということも、きれいに切断できているのかの判断に使えると思います。少し極端ではありますが、火力の強い場合を見てみましょう。火力が強すぎて下に火が抜けきっていませんね。
表面の角が溶けてしまっています。明らかに板圧に対して強すぎる火力です。裏はスラグがひっついてしまっています。火が下に抜けていないとこうなります。火力の弱い場合を見てみます。こちらは板圧に対して火力が弱すぎて下に火が抜けていません。こちらも裏にスラグがひっついています。裏にスラグがひっつく現象は火力が弱くても強くても起こる現象です。また進むスピードが遅すぎても起こる現象です。進むスピードが遅いと結果乳熱が大きくなって火力が強い状態と同じ感じになってしまいます。かといって早く進みすぎてもきれいに切断することができません。板圧と火力に合ったスピードを調整して切断できるようになりましょう。下に火が抜けていないと下に抜けきらない酸化鉄が上に吹いてきたりもします。そうすると火口を汚してしまったりしますし、逆化の原因にもなります。うまく切断するコツが分かってくると、火が下に抜けていない感じや火が下に抜けていなくて上に吹いてきそうな感じが分かるようになります。そんな時にすぐ切断酸素バルブを閉められるように、右利きの私は左手で切断酸素バルブをつまんでいます。異変を感じたら一度切断酸素バルブを閉めて仕切り直した方がいいように思います。その場合、同じ場所を切るというよりは少しずらしたところを切ると切りやすいと思います。最後にきれいにガス切断をするにはをまとめると、板圧に対して適切な火力にした上で進むスピードを調整してしっかり下に火が抜けているのを音や感覚で感じながら切断できるように経験を積んで、うまく切断できていない感じを確実に判断できるようになると完璧だと思います。はい、ガス切断のコツ回も第2回目、この第1、2回を見ればある程度うまく切断できるようになるのではないかなと思いますが、どうでしょう。第3回では応用編の予定です。ガス切断機で穴を開ける時の注意点などを動画にしようと思っていますのでお楽しみに。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録、高評価、ハイプの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんご安全に。